もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るって1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるの。月見丼、はい。月見丼。最高っす。またハマるなっていう。やっぱ手間暇ですね。やっぱ大将のこだわりでしょうね。油足りましたか？あります。いらっしゃい。3月にオープンして朝5時から13時まで8時間ぶっ通しで1人でやってたんですけど、8時間営業する前に2時間仕込み、それで10時間ですね、ぶっ通しで。その後片付けも2時間ぐらいかかって、で営業時間中に肉の仕込みできないんでうどんやってたらですね、肉の仕込みがまた 4,5 時間かかるんで毎日寝る時間がないっていう、1ヶ月で8時間営業もうやめましたね。本当に寝れなくて倒れそうで。から2時間短縮して5時から11時までの営業を約半年続けたんですけど、朝5時に酔っ払いが来るんで、酔っ払いがその前の道で酒盛りを始めたりするんで、それで苦情が来て、で自分も中の営業をやりつつ酔っ払いの対応をするのは難しかったんで、今は7時から12時までにやってますね。7時から12時まで営業して60杯を目指していくという感じですね。60杯売れたことはまだないんで60杯売りたいですね、一人で。そんな感じです。これも常連のお客様が作ってくれたですね。払い替え込みで3枚、入り口の提灯も常連のお客様が作ってくれて、のれんは自分が作ったんですけど、受け皿とかもこんなも全部常連のお客様が作ってくれました。この歌とかもそうなんですけど、箱崎に住んでる常連のお客様で歌全部12曲作ってくれてこれ CD がベストアルバムができてますね。12曲のベストアルバムがあるうどん屋さんは多分自分の店だけだろうと思います。その油の文字はもともと2年間曲がり営業してた時に常連のお客様だった設計施工会社の社長が見つけてくれて、もう全部ここもそこも和室だったんですけど、それ全部改装してくれて、その時サービスでそれつけてくれました。これは煮干し油ですね。牛肉を下茹でして洗って切ってうどんの出汁で煮込んで肉の仕込みをしてるんですけど、その時に下茹でした時に出る上澄みの牛脂で焙煎した煮干しを揚げてます。煮干しはこれですね、伊吹いりこって言って四国とか瀬戸内の一番いいやつですね。朝収穫する辛口イワシなんで、お腹の中に内容物が入ってないっていう茶色くなるぐらいまで焙煎して、それを牛脂で揚げてます。これは煮干しあえ玉とか、あとここにメニューに書いてない裏メニューでチャーミートンと煮干し油のうどんがあるんで、それの時に使いますね。今 YouTube840 本以上投稿してるんで、それを見てる人たちが先に注文してくれたらいいかなと思って、でそれを見てる人たちが面白がってまた頼んでくれたらいいかなと思って、お肉屋さんに頼んで、鹿児島のチャーミートンっていうブランド豚の脂身が多めのとこだけを、豚バラのところを作ってきてもらってますね。自分小倉出身で、小倉の久野うどんっていう寺前のドキドキうどんですね、その子が、自分が行ってた時も肉小片面油っていう注文してて、でそこが大好きだったんで、博多に来たら朝5時に開いてるうどん屋がなかったんで、油うどんですね。だけどそれでもう自分でやってみようかなと思って、それでやり始めて、油をちょっとやりすぎて、みんなが油をもっと増してくれって言って、でそれでもうどんどん油増していったですね。北海道に住んでるガラス職人が鬼瓦作ってくれましたね。パワーストーン屋さん、天然石屋さんが常連のお客様ですごい高価なものを開店祝いにプレゼントくれましたね。一番こだわってるって言ったらこの昆布ですね。ラオス昆布って言って大体大きいの1枚ですね。これ出し取ったら 1.34 倍か大きくなりますね。
夢尽くしっていう米で、福岡の県産米ですね。これ今新米ですね。炊き方をこだわってて、全部 YouTube で見たんですけど、洗い方とか炊き方とか見て最強に美味しく食べれるように炊いて、多い時では平日最高2升炊いて足りなかったですね。2升って言ったらその小飯換算で80杯、80人も全然来てないですけど、みんな大飯おかわりとかみんなご飯頼んでくれるんで、それだけ美味しい米なんで、これはめちゃくちゃこだわってますね。旅館の朝ごはんに出てくるご飯が柔らかくて甘くて美味しいイメージして炊いてますね。毎日何回も炊いてるんですごいうまくなりましたね、炊くのが。浄水の水で洗います。もう全然かき混ぜるだけですね。透明になるまで洗ったら米の香りが全部取れてしまうんで、3回かき混ぜて洗ったらもうこれで冷蔵庫の中で浸水して炊いていきますね。土日は一撃でこれがなくなる時もあるですね。なんかいつも仕込みばっかしようんで、昼に店閉めてあと何しようかなってけど、一人でやってるんで基本的に仕込みいつもやってますね。これ小分けして冷凍して解凍して使ってますね。なるべく毎日仕込みはないように、仕込みしてたら自分の時間はもう全部なくなるんで、買い出しもあるし YouTube の撮影も投稿もあるんで、味付けは完全に終わってる状態じゃないですね。ここからさらに醤油と塩で味付けて提供してますね。全部土足だから古民家だから上がる感じがあるから、これにいちいち靴を脱いで上がるとちょっと皆さんが大変かなとかいういい店になったと思いますあ、昨日来ました。新しいやつ仕立てですけど、よもぎ麺。よもぎ麺食べてみたいですね。はい、150円課金で、8分です、茹で時間の。はい。もちもちして美味しいですよ。これスプーンがなんか剥きやすいって大将が YouTube で見て包丁とかピーラーとかよりほんと綺麗に薄く剥けるので、こんな感じ。奥様は土日だけ、そうです。はい。平日は自分の別の仕事をしてます。昆布の写真を撮って、おはよう昆布さんっていう、これ自分が朝起きてるっていうことの確認のためですね、ストーリー。寝坊することほぼないですけど、寝坊した時はこれが上がってないっていう。これがさっき入れた昆布ですね。有名な人に撮ったんですね。大体継ぎ足ししてます。朝作ったのだけやったら味に深みが全然、ないって言ったらあれやけど味変わるんで、これ一晩冷蔵かけとったやつがあったらこれ割り込めばもう全部美味しくなるんですね。たまに売れすぎてこれがなくなる時もあるんですけど、その時はフレッシュだしだけです。ほぼないですね。水で戻した切り干し大根です。小倉のうどん屋さんは大体どこにでもあるんですけど、博多のうどん屋さんにあるのは多分箱太郎だけでしょうね。強い握力で絞るっていうのがポイントなんで、美味しさの秘訣は
握力使いすぎたら酸欠になるぐらい力入れてやってますね。で絞りが甘かったら美味しくないんですよね。ぬか漬けの素を入れます。唐辛子を2つ入れます。好きな方はもう山盛り食べます。辛いですけど、醤油と味の素かけて食べるとすごく美味しいので、皆さんうどんが来るまでに1杯食べて、うどんがと一緒に食べて、もう1杯食べて、帰りにもう1杯食べる方いらっしゃいます。だしを取った昆布を千切りにしてサービスで提供してますね。これも味の素と醤油をかけて食べてもらいます。リバーウォーク北九州蔵の、自分中卒なんで17歳の時に中華料理屋でアルバイトしてて、1年間ぐらい皿洗いした後に野菜を切る係に昇格したんですよ。それで何ヶ月か野菜切ってましたね。でそこでネギ切るの好きだったんで、中華包丁と野菜を切るっていうことはできる、それだけできたんですよ。でも10代の頃にちょこっと皿洗いで野菜切るのをしただけですね。もうそれ以外は全く。今37なんで15年ぐらい飲食はしたことないですね。いらっしゃい、ありがとうございます。番号書いてあるんで、番号順番に座ってお待ちください。裏薬味で青唐辛子の醤油漬けを作ります。メニューには書いてないですけど、課金でこれが使えます。知ってる人だけですね。仕入れが青唐辛子ある時しか作れないんで、それとか急に青唐辛子が高くなったりするんで、青唐辛子と生姜切って煮びしの醤油入れるだけなんで、もう何十人20人かぐらいにレシピ聞かれて全部教えてますね。隠すこともなんもないけど、自宅でやってる人がいっぱいいます。浸かりたてがめちゃくちゃ辛くて 2,3 日経ったらちょうどいい感じに美味しくなるですね。辛いのが好きな人は出来たてがみんな好きなんで。長めに炊いてるんで甘い米ですね。旅館の朝ごはんのご飯をイメージして炊いてます。このサービスの漬物ですね。切り干し大根のぬか漬けですね。これどっちも味付けしてないんで、どっちも味の素と醤油をかけて食べるタイプですね。これも全然塩味は全くないですね。月見うどんがダントツでおすすめです。すみません、お待たせしました。どうぞ。どうぞ。
らっしゃい。おはようございます。美味しいんですよね。なんか普通のうどんとは歯ごたえが全然違いますね。もっともちもちしてるような。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、どうぞ。どうぞ。大小個人の絞り込み元アームレスラーのチャーミートですね。はい、どうも、出ました。違う。CD。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、出ました。いってらっしゃい。1300円になります。はい。ありがとうございました。はい、出ました。いってらっしゃい。いらっしゃい。どうぞ。はい、熱いですよ。
お店には結構よく来られたりするんですか？まあ、店は最近毎週末の毎週末で楽しみになってますね。もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るって。漬物味付けしてないので、味の素と醤油をかけてください。抜き抜きはね、どうぞ。熱いですよ。はい、月見うどん。熱いですよ。めちゃくちゃ暑いんで、焼きチーズください。月見うどんははい、月見うどん熱いですよ。はい、月見うどん
がとうございます。いらっしゃい。肉増しですね。そう。はい、月見うどん。熱いですよ。記事に対して、多分閉店間際が少ないですけど、あ、本当。めっちゃその頃しました。おいおい、そういうことは。久しぶり。久しぶりのよもぎ麺美味しいです。1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるな。はい、確認しました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、よかったです。あ、よかったです。お口にあって、ありがとうございます。癖になる。最初食べた時は本当、あ、こんなのがあるったいみたいな感じだったね。ああ、出ました。ありがとうございます。いらっしゃい。昼食わんでいいんじゃないですか。いや、昼は別に。はい、どうも。ありがとうございます。ああ、出ました。ありがとうございます。いらっしゃい、おはようございます。お冷やはセルフになってます。月見うどんがおすすめですね。月見うどん、はい。はい、どうぞ。熱いですよ。はい、どうぞ。
熱いですよ。いらっしゃい、おはようございます。いらっしゃい、おはようございます。番号順に座ってお待ちください。はい、どうぞ、月見丼。どうぞ。月見丼おすすめ。いらっしゃい、おはようございます。5月のゴールデンウィーク明けに振り替え休日もあって、で新婚旅行に行ってくるんで、それから帰ってきたら手打ちうどんを始めて、実験ですね、5人前ずつとか10人前ずつぐらい美味しいのができるようになったら、どんどん 10食20食と増やしていって、来年もちょっとゴールデンウィーク明けに振り替え休日もらうんで、その後からは全部手打ちでやっていきたいなと思ってますね。最高っす。またハマるなっていうまた週3読んでくるなっていうのがもう感じますね、自分でも。一番来た人は3ヶ月以上毎日来て、2ヶ月以上毎日来た人は2人いますね。あと1ヶ月以上来た人は何人かいますね。その1回も休まずに、YouTube800 本以上投稿してまだ1回もうどんは出してなくて、自分はただ喋ってるだけなんで、自分自身が変なやつやなって思って会いに来てくれるのもあるんじゃないかなと思って、リピート率の高さはうどんの味以上に YouTube の作戦、その効果があるかなと思いますね。よかったらうどんハーブ太郎の YouTube 見てみてください。油足りましたか？あれはいらっしゃい。北九州のドキドキうどんは全県制覇しましたし、ラーメンは有名どころはいろいろ食べてまいりましたけど、麺類の中で個人的にはこれが最強だと思ってるんで、ぜひ食べてほしいなと思います。ありがとうございます。はい、試しにちょうどいいんですよ、時間的に。汁を最後まで飲んでしまってますから大好き。お願いします。はいよ。うまいね。美味しい。お願いします。右を入れたら、おはようございます。早いですね。鍵開けてくるんで。
釜大きいですね。釜大きいですね。他のとこより多分ちょっとでかいかなと思います。一応特注らしいです。何升とかれるんですか？9升ぐらいで、柏が少なくて6升。はい。とんでもない量ですね。土日はもっと、はい。あとは6時からとか7時からに来ます。まだとか。さん、今日は何時起きですか？今日は1時20分ぐらいに起きました。はい。いつも何時に寝てるんですか？子供がいるんで11時とかかな。今日じゃ2時間とかで2すか？時間、そうです。2時間半ぐらい。それって体慣れるもんなんですか？いや、この僕が早番するのが社長が休みの時ぐらいしかないんで、週に1回ぐらいなんで全然大丈夫です。結構流れるように準備されてたんですけど、はい、働かれて長いんですか？18からなんで15、6年目です。じゃあもう高校卒業してすぐ。そうです、そうです。その入られたきっかけとかあるんですか？社長のこともともと知り合いで、はい、そんな感じ。うどん好きだったんですか？うどんは好きでした。そのコロナで売り上げが落ちてきて、朝営業してみようか。今始まって2年とか3年とかですか？ですね。マカロニサラダが一番人気ですね。
お客さんの層はやっぱ平日と休日では全然変わります。平日は会社員の方とかやっぱで、休日となるともう家族連れのお客さんが多かったりしてだいぶにぎわってますね。もともとうどんの職人になりたかったんですか？いやいや、もともとは特に高校で部活をしようと思ったんですけど、はい、その部活がまさかその高校になくて、何かの辺で友達から誘われたのがきっかけでバイト始めて、もうそれからはずっとアルバイト3年間して、18から見習いで今もう本当20年ぐらいお世話になってる感じです。やっぱどんどんのめり込んでいくものなんですそね。うですね、やっぱ接客業自体が僕楽しくてやっぱ飽きないですねもうその日その日でいろんなお客さん来てくれるし、店の流れもその日その日で違うんで、
やっぱ飽きが来ないですね。なんでなんか毎日楽しくやってます。おすすめのメニューを教えてください。ごぼう天丼ですね。ごぼうのサクサク感から具の甘い感じがスープに行き渡って、がっつり食べたい方には本当おすすめのごぼう天丼と牛飯のセットがやっぱ最近出ますね。牛飯はまたこれもニンニクが効いた感じでもうがっつり食べたい方には大盛り無料なんですね、ご飯。ご飯大盛り無料です。3店舗あるんですかね、安住うどん。はい、立ち洗いが本店で、田主丸店、朝倉店で3店舗で経営してます。ここは年中無休。年中不定休ですね。一応正月の三が日だけはお休みいただいてるという感じで、あとはもう特に何もなければずっと営業してます。朝7時から夜の8時40分オーダーストップですね。
歩いて5、6分です。美味しいですか？はい、かけうどんが一番いいです。2回ぐらいですかね。はい。うどん一杯お願いします。トラック乗ってるんで、今荷物を下ろして次の積み込み場に行く途中に、いつもここやってる。ネギ多めで。A の3じゃない、B の3じゃない。B の3。あ、そうね、間違ってる。大丈夫です。ごぼ天うどんといなり。そう、うどんといなりですね。はい、ちょっと待ってください。うどん一杯お願いします。ごぼ天うどんです。
ご主人、今日は今からお仕事ですか？そうですね。試しにちょうどいいんですよ、時間的に。ほとんど毎日、こっちの方にいるときはですね。行きます。さあ。行きます。行きます。大丈夫です。はい。じゃあ下地ちゃんお願いします。いい。ありがとうございます。ネギの大盛り頼まれる方多いんですけど、結構出るんですか？出ますね。ネギ多めの方が結構おられます。ネギ多めって何円でできるんですか？いやもう無料でしてます。はい。肉ごぼうといなりです。はい、じゃあお願い。はい。
すいません。エビ天そばのネギ多めです。はい、すいません、どうぞ。かしばです。これでも上がってるかどうか。お待たせいたしました。どうぞ。5分ぐらいあげてもらって、食事です。何人来る？まあ、いや、出てください。入ってます。大体これで20キロ入るので、週末になったらもう60とか80とか。
9時くらいから2時ぐらいまでちょっと上げます。いろいろちゃんといいかな。肉上がりました。うどんだろう。はいよ。はい、どうぞお願い。豚の7です。ネギ1人前です。柏のネギですね。どうぞ。2枚目でーす。お願いします。余裕でこなします。配達お願いします。お一人お願いします。はい。いや、1枚目はおろしうどんのシングルとうどんダブル。配達お願いします。豚の 2？ 豚の8。豚の 8？ 肉うどんの大盛りです。おろしうどんが7本ですね。うまい。昆布入れたら美味しい。お店にはよく来られるんですか？半年ぶり。移転したのは知らんかったですもん。貸しやるんやん。空港のとこから来たけど。はい、どうぞお願いします。はい、大盛りです。あげます。
座の3上がりです。小鉢取ってもらって、で、まあ、2つ使うんだったらこれとこれとかっていう感じですね。僕は毎回これをいかに高く詰めるかを毎回チャレンジするんですけど、でもあんまりやりすぎて机の上にボトって落とすとそれはダサいんで。はい、座の子です。はい、週に何回ぐらい来られるんですか？週に2回ぐらい来ますけど、注文はいつも決まってるんですか？注文は肉うどんです。使っているスープがとても好きで、汁を最後まで飲んでしまってます。配達いいですか？テーブル5番。テーブル5番。山かけうどん1杯です。はーい。うどん1杯です。配達です。A の2です。大丈夫です。はい、かっこよくいってらっしゃい。カツ2枚でうどんセットそのなの2です。水ごぼう天うどん。はい。ごぼう天うどんです。ごめんなさい。はい、すいません。座の7です。どうぞミニストライスですね。惣菜もございますので、よかったらお召し上がりください。はい、ラストでーす。火を入れたら、座の6上がりです。お店にはよく来られるんですか？子供がちっちゃい頃はよく来てたんですけど、ここ新しくなっては初めてですね。新しくなってからどうですか？お味とか店内の雰囲気とか。お味は変わらないですね。通路とか結構ひどくなってね。
レジお願いします。ありがとうございます。はい、でカウンター5番様お願いします。はい、レジお願い。ありがとうございます。はい、ありました。A の6です。はい、配達お願いします。声から入るタイプです。はい、笑顔でどうぞ。テーブル3番です。はい。おにぎりとかあるんですか？おにぎりございますよ。お店ってよく来られたりするんですか？ここは初めて来ました。楽しまるか瀬高の方ですかね。じゃあ絶対うどん2杯です。カツオ2枚お願いします。テーブル6です。お願いします。の7で。テーブル4番です。うどんに入れ。はい。
店にはよく来られたりするんですか？しょっちゅう来てます。もう20年以上あ、20年以上ずっと通われてる理由とかいやあったりされますか？このうどんで育ったんでこれがないとダメです。お子さんももう少し大きくなったらそうですね、一緒に食べたいです。配達お願いします。失礼します。お待たせしました。安住うどんはよく来られるんですか？来るよ。美味しいもんね。この時は1週間に2回ぐらいは来るけど。週2で来られます？週2は来るの。まあ割と来るね。今日は肉うどんですか？今日は肉うどん。お味はいかがですか？美味しいよ。美味しい。で結構ほら素材も美味しいから。一番おすすめのお惣菜なんですか？やっぱサラダでしょ。配達お願いします。北の7です。北の3です。配達お願いします。はい、北の8です。失礼します。お待たせしました。はいよ。今上の丸天だけだ。はい、どうぞお願いします。テーブル3番。はい。
ね。あ、すごい。はい、どうぞまで。あ。おいよ。おいよ。はい、どうぞお願いします。かしわ多いですか。エーナさんです。はい。うどん4杯、ホットそば1杯です。はい、なので、1杯でお願いします。かしわを2皿いいですか。ザザイザノインです。はい、どうぞお願いします。はいよ。はい、はいよ。はい、だってーす。お願いします。ご飯に1皿お願いします。失礼します。ミニうどん。はい。牛めし3番お願いします。カツ丼 A の6大盛りです。2杯です。大盛りですね。はい、どうぞお願いします。はいよ。はい、ネギ入れたら A の7です。はい、どうぞです。かしわといなりをいいですか。はい、ネギ入れたらテーブル2番さんです。はい、お願いします。2でこれいいわ。通い続けてる理由とか。美味しいからやっぱ。ね、うまいね。美味しい。ごぼ天と肉ごぼう。このごぼうはもう最高です。
いない。早く2杯です。はい、お待たせしました。うどんのヘルション。そんな気がした。麺が入ったし。種類も関心。大盛りって次は生姜。生姜。次は生姜。もうお腹におる時からずっと通ってます。おうどんの量がめちゃくちゃ多くて、美味しいね。麺がしっかりしてて、でかいっす。うまい。この店は私の店じゃないんです。お客さんの店なんです。今日ね、久米さんも来る。こちらが私今日からね、できるだけ美味しいものを今お客さんに提供すると。あと残ったの調整用ですね。これが大事。国産のごぼう。そこへからもう一回分あげますよ。はい。10キロ。10キロです。ほぼ毎日10キロ。皮を剥いて切ります。ごぼうを揚げるのにもち粉が入った天ぷら粉です。
もち粉で揚げるとやっぱなんでしょう、食感が変わったり。食感が変わりますね、少し。これで1回50本ですね。 50本。1回50本で。小分けして小さくしてその後練ります。うるめとアジとサバです。いや、月曜日フライヤー来てないんですよ。だいたいね、30分ぐらいあります。30分はやるんですね。ちょっと天かすがこんなして浮いてきそうでしょ。はい。ね、浮いてきたらあんまり早くからね一つずつ離すと剥がれるんですよ、衣がごぼうから。ある程度強い火でつぶつぶが残るぐらいに、まず火が通りにくいこの丸いのから。
先ほどこねたやつですね。こんな感じこんな感じで並びます。この店は私の店じゃないんです。お客さんの店なんです。だからお客さんがこういろんな人をこう連れてきていただくと、こんなような感じで仕事してるんですよね。上からこれをしてくるけ、それで一個上だと洗ってから、まあ毎日するけどね、これは。こっちの方が切りやすいんですよ。どうしても昆布ってつるんって滑るんで。それで寒いんだ。
塩コショウが30、薄く。生姜がレンゲンのありがとうございます。嫌がるよ、やっぱすごく。まだね、カットしてるのにね、いろんなことさ、本当に。今日私窓するね。この後でまた使うとね、洗剤がね。いらっしゃい。次のごぼ天です。次のごぼ天です。はい、いきます。わかめごぼ天に。じゃあごぼ天うどん
どんと肉うどんとごぼうが2本別皿といなりが4つです。ビリ2杯。これ2杯からいきます。はいはい。はい。お待たせしました。わかめごぼうなんです。はい。お待たせしました。ごぼう天こちらです。はい。はい、どうぞ。熱いですよ。はい、どうぞ。どうぞ、ごま天丼ですね。どうぞ。はい、普通お願いします。肉うどんですね。どうぞ。いいですか、どうして。はい。ミリのごぼうですね。はい。いらっしゃいませ。温かい山かけ入ります。卵入っていいですか。はい。ごぼう1本で。ごぼう1本ですね。はい。いなり1つ。ごぼうは中に入れていいですか。ミリのごぼうにこちら1枚。肉うどんにごぼう2本といなりです。これ山かけうどんです。もうちょっといきます。これお願いします。これ見てもらえばダメね。どれですか。肉うどんですね。でいなりだけですね。ね、お待たせしました。ミニですね。もう昨日から決めてて待ってたうどんお味いかがですか。美味しいですね。これ見てよ、固め。ごぼう天丼950円です。50円の方。早く2杯で1杯大盛り。はい、お待たせしました。大盛り。早くが2杯1杯大盛りです。早く大盛りいいですか。早く大盛りです。はい、かやくうどんです。
はい、ごボタンお願いします。いらっしゃい。こうして。はい、見る。ありがとうございます。はい、ミニお願いします。はい、ラーメン。いらっしゃいませ。いらっしゃい。はい。待てました。ゆらめですね。はい、どうぞ。お待たせしました。ミニの丸天お願いします。ミニの丸天。はい、ごぼ天いいですよ。ごぼ天と肉ごぼう。はい、肉ごぼうです。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごぼ天です。ごぼはい、そばお願いします。これワインパイ。ワインパイいいね。17番。これミニにあると大盛りパン。これミニにあるです。はい、お願いします。はい、すみません。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい。
ありがとうございます。ごぼ天とライス。ごぼ天2杯。ごぼ天2杯。もう一回ごぼ天いきますよ。はい、いいですよ。はい、ごぼ天1杯。あとごぼ天2杯。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かき揚げ。これごぼ天。ありがとうございます。ありがとうございます。唐揚げの大盛り。ごぼ一本トッピング。定食白とごぼう。ミニの生姜。ミニの生姜。前からすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ごぼ天と2の卵ごぼう。最初のかき揚げ上がり。はい、かき揚げ。よいしょ。お願いします。はい。ないですね。はい、どうぞ。いいですよ、このままそのまま熱いから。はい。はい、どうぞ。よろしいですね。はい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。お願いします。これが自分で出すケースで、さっきの。あっち行けんね。あ、そうですよ。いただきます。あっち。うどんの定食。なんかそんな気がした。麺が入った食感。でも白いご飯し。生姜。いいよ。じゃあ2に1杯。はい、ミニ1杯お願いします。ミニって定食ですよ。ね。定食。はい。
3番。定食。次は大盛り。そば天2杯といなり2個です。はい、大盛りお願いします。大盛りって次は生姜。生姜。次は生姜。1660円になる。唐揚げうどんです。唐揚げうどん大盛り。大盛り。ボリューム結構ありましたか？そうです。自分2歳からこの量食べてるんで2歳もうお腹におる時からずっと通ってます。終わり？それです。はい。ですよね。すいません、前からお待たせしました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、前からすいません。おうどんの量がめちゃくちゃ多くて、美味しいね。麺がしっかりしてて、でかき揚げがもう絶品ですね。カラッと揚がったエビも美味しいし、ごぼうもすごく美味しい。お肉も甘みがあって。830円になります。ありがとうございます。すいません。このごぼうはもう最高です。1060円になります。かき揚げが入ります。はい、定食に入り1つ大盛り。はい、どうぞ。お決まりでしたら。肉うどんのいなりです。いらっしゃい。普通にはい、普通にあいです。よいしょ。普通にお願いします。鴨なんと肉でいいの。鴨なんと肉。ちょっと大盛り。それとかき揚げも入ってな。前からすいません、肉うどんです。はい、すいません。はい、ミニ一杯いきます。ミニ一杯と大人。はい。これおさめになります。770円になります。ありがとうございます。これ細麺肉です。はい、お願いします。ごぼ天2つですか？ごぼ天2つですね。ごぼ天2杯。でかいです。うまい。
お世様。納豆うどんのからしです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ納豆ですよ。はい、納豆お願いします。はいはい、これ何番ですか。何番さん。これで出来上がりです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上でよかったですかね。はい。納豆結構好きなんです。納豆好きで。はい、かやくうどん。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、定食です。卵はまあそうっすよ。じゃあ。よし、いいや。これ5点します。これ5番さん出して。そうだな。これ5番さんの5点、もうちょいいきますよ。はい。そうそうそう。はいはいはいどうぞ。はい。はいどうぞ。5点ですね。はいどうぞ。おでんのおすすめはやっぱり大根やろうね。やっぱりここで全部こう仕込みしようからな。はい。もしもし、ありがとうございます。
いしょ。いや。1790円になります。2000円お預かりします。ありがとうございました。上品だ。上品。ありがとうございます。早くですね。はい、どうぞ。脱サラしてサラシうどんっていううどん屋さんがあったんですよ。でそこに頼んでですね、うどんを教えてもらったと。いろいろこう食べ歩いたんですよ。やっぱり自分にはそのサラシうどんのうどんがあったんです。自分が好きやった。すごい食べた時にこれは美味しいなと思って、それでそこにこうその大将に頼み込んだと。うどん屋さんしたいんやけどって言ったら、もうやめとけって言われたんですよ。もうサラリーマンしようって、あんたうどん屋さんなんてできるかってあんたもう今のうちにもうさっさとやめとけって言われたんですよね、最初。でもやっぱり何回か頼みよったらしょうがないなって、やるかって話になって、その教えていただいた一からですね。もう何時近くなってきたらもう8時までするかと。やっぱりこう仕事してるとやっぱりこう張り合いがありますもんね。ごぼうだけはやっぱり揚げる人の体調悪いとすぐ分かるよね。揚げたの見たら。だから体調良くしてないとごぼうは揚げられないよ。毎週のように来ます。ありがとうございます。まずはやっぱ味ですね。でもどんどん美味しさ。お漬物がまた美味しい。
これ柏の具なんですよ。ここ具とご飯と別々にやってるんです。1回で多分大体300食ぐらいで、それを結構寝かせてるんですよ。こんな感じで、まあうちの社長の考え方なんですけど、物は腐る手前が美味しいっていう、その甘くなるじゃないですか。
で小麦の甘みを出すためにやっぱちょっと寝かせるっていうやり方をしてて、フルーツとか果物とかもちょっと熟成した方が美味しいっていう考え方で、熟成をさせるために大体4日ぐらい低温で、大体他のお店だったら18度とかで、前の日に仕込んだりするんですけど、うちの場合は12度13度とかで。よいしょ。ちなみにうどん屋さん歴は長いんですか？僕 IT で10年いて、だいぶなんか路線変換というか全然違いますよね飲食の人たちって結構みんな明るいし柔らかいですよね。
それは好きかなとは思います。畑違いのところからやっとってんですね。そうですね、だいぶねえ。なんでなんか気づいたらうどん屋になってました。最初皿洗いからずっとやってましたよ。あ、そうなんですか。店長今おいくつになるんですか。今年で40ですよ。あ、今年で40。はい。40になりました。まあこれから松屋がだんだんお客さん増えていけるように頑張りたいとは思ってますけどね。利権さんがうち用にまず開発してくれた粉なんですよね。まあ結構天ぷらには結構力は入れてます。普通の粉と違うのは卵が入ってないです。卵が入ってないのに結構サクッてする。卵が入ってないのでアレルギーの方とかにも全然問題なく食べていただけるような粉ですね。石臼引きのそば粉を使ってます。これはですね、これ1本だとちょっと弱い、でもこれ1本だと強いっていう感じで、まあ半々で割るとちょうどいい塩梅になるっていう感じです。
身の値っていうのが高くてですね、伸びやすい、引きがすごい。そう、コシは少ないんですけど、その粘りっていうか引きがすごい。こうすすった時に分かるんですよ。ギヨンと伸びるなみたいな。言い過ぎると餅みたいなに感じると思うんですけど、そのぐらい伸びるねっていうような。ものすごくこの店カツ丼が出るんですよ。そのカツ自体を生パン粉でこう仕込んで、サクッとして、カツ自体も柔らかい、めちゃめちゃ柔らかいんで、それはおすすめかな。顔も商品、身なりも商品。相手のイメージは 80% 見た目で決まると言われています。それだけ第一印象が大切です。爽やか、清潔、礼儀正しさ、好印象を心がけましょう。声も商品、発言も商品、行動も商品、あなたの全てが商品なのです。お客様の前ではあなたを含めた全てが商品ということでございます。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。AAO。うどん定食で、うどん並盛り。カツ丼定食でお待ちのお客様。はい、お熱いです。お気をつけください。何もじゃあ、肉ごぼう天が2杯とお稲荷さん2皿ですね。お待ちください。はい、お客様お待たせしました。お客様、ざるそばの大盛りね。ありがとうございます。パンク、はい、お客様お待ちします。
天狗出します。大丈夫だよ。はい。肉がバーテンダンで3盛りですね。はい、どうぞ。牛玉1入ります。9番さんです。はい、いらっしゃいませ。ご案内お願いします。ご案内ね。これ12番さん。はい、失礼します。足から気をつけてくださいね。カモナンもいつでも大丈夫です。お願いします。はい、お待たせしました。カモナンそばにご注文のお客様。こちらから失礼しますね。このまま。お好みで3社どうぞ。失礼します。これは手上がります。改善お願いしていいですか。2番さんです。はい、お伺いします。4番。ご注文以上でよろしかったですか。失礼します。はい、どんと味噌丼きます。どんと味噌丼14番さんで上がりですね。はい、持ってきます。14番さんです。はい、行きます。味噌。味噌です。はい。お客様お待たせしました。こちらの熱いので。ちなみに今日は何を頼まれたんですか。特命うどん特命うどんの味噌。和風ちゃんぽんみたいな感じのうどんですね。和風ちゃんぽん。野菜が入ってるからボリュームありますね。美味しいです。あっさりして。いらっしゃいませ。私あと確実2枚です。これロースお待たせでお願いします。これが6番さん。はい。緊張するね、一緒なの。お願いします。あ、鶏天で上がり。カツ丼定食、エビ天うどん、うどん定食のお刺身、醤油よろしいですか。失礼します。はい、出ます。はい、21。はい、持ってく。天そばですね。こちらで揃いましたでしょうか。はい、ありがとうございます。
いや、名前書いてる人が多いからっていうのでね。美味しい？美味しい。お願いします。はい、丸天と丸ごぼうです。はい。よいしょ。で5番さん上がり。以上で揃いましたでしょうか。はい、ありがとうございます。ご入れとどうぞ。お店にはよく来られるんですか？そうですね。祖父の家に来た時は必ず来る場所ですね。もう小さい頃から食べ慣れて、はい。エビちゃん上がります。簡単3名様入ってます。どうぞいいですよ。簡単3名様入られます。大盛りを2つですね。はい、いらっしゃいませ。お客様お一人様ですか。お一人様。はい、ご案内しますね。お待ちください。2名様です。ご案内お願いします。お兄さんご案内お願い。カウンターが空いてます。ダブルわかめ。はい、では失礼します。はい、すいません。どうぞ。もう一個来ます。じゃあもう一つ肉ごぼうで。よく来ます。毎週のように来ます。ありがとうございます。私はわかめが好きなんで、わかめをもう一個さらにトッピングして食べてます。お願いします。またよ、気をつけて。木曜日が定休日です。こちら丸天が2杯ですけど、どこ行きましょうか。お願いします。もう一個。はい。はい、失礼します。これが売店です。最初35歳の時にですね、この店で修行したんですよね。滝の上の方が初代の社長さんでした。めちゃくちゃ厳しい方でですね、そしてこの店がめちゃくちゃ忙しかったんですよ。もうこの忙しさに耐えられたっていうか、ちょっと耐えたもんだから自分でもお店ができるようになったかなと。3年前にもう閉めようかなということだったんですよね。あまりもちょっともったいないもんだから、この店がなくなるっていうことで、ここは残したいと思って、じゃあやらせてくださいということで引き継ぐことになりました。お漬物がまた美味しい。はるばる来た甲斐があったね。出汁が効いて美味しい。美味しいって噂を聞いたもんですから。で今こう讃岐うどんとかが片面がブームやけど、やっぱりこういった筑後の麺が僕は好きです。
もともとはあまりこっちにおったんやけど、熊本から月2回ぐらい来ます。で必ずここに。お店のどういうところが好きで来られるんですか？まずはやっぱ味ですね。でうどんの美味しさ。それから店長とかなんとかの人が非常に接客がいいかなということですね。で店も清潔や。はい。そうですね、大体週1ぐらいのペースで来てます。いつも頼むメニューとかありますか？毎回唐揚げ定食のご飯大盛りのマヨネーズトッピングで。なんでなんでいいですよ。何年ぐらい前に始められたんですか？これが開業の時なんで1994年父と母が始めたものを私がちょっと継がせていただいている状態です。一応父は今年の12月まで店には必ず来てたので、年末ちょっと入院してからがやっぱり体がきついみたいで。ご飯の具を炒めます。サービスはコロコロ。
お二人何年ぐらい働かれてるんですか？ 9年目かな。あ、そんなないと知らん。ここら辺ってなんでうどん屋さんが多いんですか？鳥栖の人たちってうどん大好き多いですね。密集してそこの助さんもあるし、ちょっと行ったら美濃屋もあるし、丸亀もあるし、牧野うどんもあるしね。でも激戦区でずっとあるのはすごいですけどね、お店が。そうですね。ここはもうだいぶ長いですよ。いつもすごいけど青のりが入った衣につけてあげます。磯辺揚げみたいな。そう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 。それです。ありがとうございます。これは何のための人参でしょう。日本使っていいですか？それどっちも冷やし。つけようかなと思います。明日土曜やし、持ち帰り一本冷やします。おはようございます。それを買いに行こうかな。かき揚げの材料。あ、入れすぎた。でもいいや。250銭でいい？200でいい？801キロあるもん。ないけれど、栃木ないから。よし。すごい。これはサービスの揚げうどん。1916円です。すいません、ありがとう。ありがとうございます。あとな。何キロ？さっき届いたんで、皆さんご一緒したらしまね。それ終わったらいいよ。はい。まだどれもね。山さん、山芋ちょっと出しときます。はい、混ぜたよ。入れるから。はい。
綺麗なまんまですね。ですよね。綺麗に丸くなった時は嬉しいです。美味しくなれ。お父様がもともと国鉄の職員さんだったっていうお話をお伺いしたんですけど、はい、どういった経緯で始められたとかご存知だったんですか？鉄が JR になるときにクビになった最先端でリストラにあったっていう父の時は手打ちでしてたんで打ち台があるんですけど、はい、私はちょっと手で打つっていうよりかは機械で打った方がいいなって思ったんで一応機械を。よいしょ。細いんで父が売ってたうどんの厚さに合わせるようにしてます。これはサービス品用です。素揚げして醤油と煮絡めてもらう。美味しいです。何しよう何しようと思いつったのかな。皆さん、今日も暑い中よろしくお願いします。
今日もお客さんがいっぱい来ますように。喜んでいただけますように。よろしくお願いします。皆さん、暑い中よろしくお願いします。お待たせしました。どうぞ。ごぼうもよ。ごぼうも、それから牛飯のセットで。はい。わかりました。ちょっと待ってください。ごぼうもおいしこんにちは。ちょっと待ってね。お父さんの方からね。はい。味がいい、味が。量が多い。これが細麺。いい？はい。こっち置いておきます。サービス。唐揚げ乗っけてください。うん。いい？置いとくね。はい、どうぞ。奥間うどんさんの好きなところとかあれば。店員さんとかがフレンドリーみたいな感じで結構話したりもするけんですね。1020円からね。おはようございます。ごめんね。ありがとう。気をつけてね。これにくださいね。3杯お持ち帰りでお願いします。グリーンは？ちくわと山かけいきます。顔を見せてくれんです誰か。ああ、見てないの。
がとうございます。宿泊券どちらに。はい。サクって言わない。サクって言わない。あ、今に取った？取ったよ。現在進行形ですね。いいね。肉ごぼう。これが単品でございます。失礼します。カツ丼の単品になります。置いておきます。逆ですね。はい、了解です。はい。これが冷やとろうどんね。はい。はい。はい、どうぞ。お願いいたします。ごゆっくりどうぞ。娘さんの方やね。大盛りね。今日は生姜味って言ってありました。はい。ニンニクの時と生姜味。ニンニクだね。私は2個分ですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。結構好きですよ。後数で何箇所か行くんだけど、ちょっと濃いめの味で、まあ美味しいですね。中敷きのやつってどのくらいの大きさですか？高いよ、花でもいいかよ。もう使わんけん。もう段ボールで買ってない点が。段ボールで買ってない。ご飯大盛りやったっけ？ご飯大盛りです。ご飯大盛り？はい、ご飯大盛り。メニューだね、ご飯大盛り。結構怒られるんですか？毎日来ようよ。ほぼ毎日。300円のお返しになります。どうもありがとうございます。はい、いただき聞いてください。そばです。夕飯の温玉付きで、ご飯はかき揚げ皿です。かき揚げがサラ。12番にも入っていただいてます。10番さん。こちら置いておきます。卵もっと割るでしょ。ほら、美味しそう。熱く美味しい。いつもそばなんだけどね、今日はお肉。そろそろ上がるよ。南蛮がいたします。天覧が上がってきました。処分した。
いや、所有しましたね。親子はもういい？親子は持ち帰り白い OK です。50円でお返しします。ざるそばが1つ、2ついいですか？以上で。それと白のおにぎり1個お願いします。とりあえず1個でいいかなと思います。その時おかしかったと。段ボールで今ちょっと買ってなかったから。進行中。ありがとうございます。あ、こんにちは。金曜日なんです。あら、お上手。はい。誰とは行きます。はい。こっちの方。すいません、こっちからもらえるよし、できた。一つ持っていっていいよ。ごめんね。すいません、お待たせしました。こちらどうぞ。ありがとうございます。お騒がせしております。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。自由の開始です。どうもありがとうございます。はい。ごめん。ごめんなさい。今からが忙しくなるよ。10番さんじゃない元井2番。あ、私は高校生ですよね。暑いですよ。おぐまが稲荷とかしわです。なんの。2番さんチェックせずに上2ついきます。ごぼう天から出来上がってまいりました。はい、失礼いたします。失礼します。ドバセットですね。シワの年もこちらです。ありがとうございます。いなりです。ごゆっくりどうぞ。お店には来られるんですか？はい、よく来ます。細麺で美味しいです。ありがとうございます。週に1回ぐらいは必ず来てます。その長く通われてる理由はどういうとこですか？だってうどん一番美味しいもん。まず細麺で昆布とかああいうのに大将の性格から言ったらやっぱりいいものを使ってされるんで、私冬場はねもう鍋焼きうどんって決めたの。もうあれは最高。かまぼこと一つにしたっていい材料使ってるんで美味しいですよ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よく来られるんですか？初めてです。Google マップでうどんって調べたらこう出てきて。来てみてどうですか？いや、美味しいですね。細麺なんだと思ってびっくりしました。めっちゃ美味しいです。
ちょっと見てみて。天ぷらがあります。結婚式に来てもらったし。はい、お待たせしました。天ぷら定食ですね。ありがとうございます。これざるです。かぼちゃじゃない。床ですか。ざるの細ちくわ、はいで肉のちくございます。おそばでこんがりになっております。めっちゃちくわが美味しそうに上がってる。ちくわから出来上がってまいりました。いなりになってます。ありがとうございます。細ざるです。はい。お待ちしました。ありがとうございます。お味どうですか？食べ慣れた。以上で。はい。はい、わかりました。少々お待ちください。こっちよ。こっちに3倍作るの。ここ。お待たせしました。よろしいですか。はい。はい。あとごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。大根生姜が乗ってますね。ちょっと待ってね。扇風機に。あはは。置いてあります。はい。よろしいですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。はーい。お願いします。お熊のいなりでお願いします。出来上がりです。お待ちしております。ありがとうございます。はい、失礼いたします。うどんの自販機。そうですね。去年の11月にうちが営業時間が短いんで9時まで営業してたんですけど、ちょっと父も体調を崩したりとか、私も子育てをするようになって夜まではちょっと
できなくなったんでこれがあるけん助かるって言っていただくからありがたいなと思ってます。毎日補充はできるので近くだったら一応父の顔です私が描いたこんにちはの絵を描かせていただいて鳥栖市内の小学校とかは全部寄贈佐賀のフリーペーパーに絵を投稿させてもら載せていただいてて子どもたちがなんかちょっと面白いことを言ったりするのをなんかこんな風に載せてもらってます。